彼女は、価値を知る必要はない。どうせ彼女には、それを扱う術もわからないだろう。これは、夫の棺が地面に沈んでから3時間後、父が私自身について言った言葉だ。私はまだ黒いドレスを着ていて、靴には墓地の土がついていた。夕方、両親の家の玄関に近づくと、網戸越しに彼らの会話が聞こえた。計画、偽造された書類、私を一度も診察したことのない医者が、私の精神状態をゴルフのスコアカードのようにサインしていた。しかし、彼らは私が聞いていることに気づいていなかった。そして、私が次に何をするかも知らなかった。話を続ける前に、少しだけ、いいねとチャンネル登録をお願いしたい。でも、本当にこの物語に共感する方だけでいい。あなたの場所と今の時間を教えてください。誰が聞いているのか知るのが好きなんです。私の名前はパトリシア・シンクレア。34歳です。これからお話しするのは、あなたを守るべき人々が、逆にあなたが守らなければならない存在になる時の物語です。さて、私が夫を埋葬した10月のある火曜日の朝に戻りましょう。ダニエルの葬儀の日の朝、細くしつこい霧雨が降っていました。その雨は、忘れさせないようにしっかりと降り続いていました。教会は小さく、白い板壁で、傷んだ長椅子があり、ブレインツリーの端に傾いた先頭がありました。ダニエルはそんな教会が好きだったでしょう。彼は決して派手なものを望まなかった。約40人が集まりました。ソフトウェア会社の同僚、エルムテラスの隣人、ニューハンプシャーから来た大学の友人たち。9年生からの親友ヘレン・マーシュは、前列に座り、私の手を強く握りしめていました。私は教会の後方を何度も見つめました。左側の3席、心の中で両親と妹メーガンのために予約していた席は、空っぽでした。コートもかけられていなければ、バッグも隠されていませんでした。私は賛美歌の下で携帯電話を確認しました。着信もメッセージもなく、何もありませんでした。ヘレンが寄りかかってきました。呼んでみようか、私は首を振りました。彼らは今日が何日か分かっているはず。牧師はダニエルについて優しい言葉を述べました。34歳、ソフトウェアエンジニア、静かで安定した、頼まれもしないのにポーチの明かりを修理してくれるような男。心臓病は誰も気づかないまま、手遅れになるまで続いていました。最初の胸の痛みから2週間で、彼は簡素な棺に入れられました。私たちは、1年間結婚していました。彼は請求書、税金、保険を担当し、私はそれ以外のすべてを管理していました。食料品、予約、午前3時に胸が痛む夜の恐怖も。彼はいつもこう言っていました。パティ、数字は俺が持っている。お前は俺を持っていろ。それがすべてでした。私たちの関係の本質でした。埋葬の後、私は雨の中でその墓のそばに立っていました。40人が私の夫に別れを告げに来ましたが、その中に結婚する前の私の姓を持つ者はいませんでした。私はまだ家族が来なかった理由を知らず、彼らは忙しいのだと自分に言い聞かせました。思い出させなかったことを申し訳なく思いました。彼らが家で、全く別のことに忙しかったなんて知る由もありませんでした。電話がかかってきたのは翌朝でした。昨日の服のままソファに座っていた時、電話が鳴りました。見知らぬ617の番号でした。シンクレアさん、ダニエル・ケスラーです。あなたの夫の遺産弁護士です。遺産弁護士。ダニエルにそんなものがあるなんて知りませんでした。今日を愛したいと思います。あなたの注意が必要な書類があります。私は CP プレイ広場近くのブラウンストーンのオフィスに向かいました。真鍮の名札があり、大きな窓がある。ダニエルが何も気にせず通り過ぎてしまうような場所でした。ケスラーは50代前半で、こめかみが白くなり、メガネを首から下げていました。水を進めてすぐに本題に入りました。あなたの夫は、8ヶ月前に遺言を作成しました。あなたが唯一の受取人です。彼はフォルダーを開き、3つの物件の概要を机の上にスライドさせました。ボストン周辺の3つの賃貸アパート、ダーチェスター、サマービル、ケンブリッジ。市場価値の合計は約240万ドル。
そしてケープコッドの海岸にある一つの住宅物件は、約150万ドルの価値があります。私はその数字を2度、3度と読み返しました。ダニエルはこれらすべてを無担保で所有しており、賃貸ユニットは安定した収入を生んでいます。すべてはあなたに譲渡されます。私は口を開けたまま座り、10年落ちのスバルを運転していた男と、400万近くの不動産を所有していた男が同一人物であることを受け入れようとしていました。ケスラーはしばらく私を見つめました。それから、胸ポケットから名刺を取り出し、フォルダーの上に置きました。シンクレアさん、あなたの夫は非常に注意深く準備をしていました。あなたが安全であることを望んでいました。彼は一時停止しました。もし誰でも、これらの資産についてあなたに圧力をかけるようなことがあれば、何もサインする前に私に電話してください。それは奇妙な言葉でした。私は彼に感謝し、名刺をコートのポケットに滑り込ませました。そのオフィスを出ると、ダニエルが見えないところで私を守ってくれているような気がしました。しかし、ケスラーがなぜそんなに慎重だったのかは理解していませんでした。その晩、私はクインジーの両親の家に向かいました。まだ同じ黒いコートを着て、目はまだ腫れていました。遺言のことを伝えたかった。育ったキッチンのテーブルに座り、母に、大丈夫よ、愛しい子と言って欲しかった。ポーチの明かりはついていました。父のトラックの後ろに駐車し、玄関の階段を上がりました。網戸はロックされていましたが、内側のドアは少しだけ開いていました。母がいつも料理で家が温まる時に開けておくやつです。私はハンドルに手を伸ばしました。すると、私の名前が聞こえました。パトリシアはまだ詳細を知る必要はない。父の声は低く、しっかりとしたもので、彼が中断したくない会話をしている時の声でした。私は立ち止まり、手を網戸から一途のところで止めました。ケスラーが今日の午後、私に電話をかけた。また父の声が聞こえました。義理の息子がアパート、3つとケープの家を残した。沈黙が訪れました。次にメーガンの声が聞こえました。いくら、400万近く。さらに長い沈黙。時計の音がドア越しに聞こえました。するとメーガンが言いました。彼女はそのお金を管理できない。電気代の支払いすらできない。父はうなずくような声を出しました。私はそのポーチに立ち尽くし、手を挙げたままでした。霧雨は数時間前に止んでいましたが、震えが止まりませんでした。その家の中には私の家族の唯一の3人がいて、彼らは私の人生について、まるでスプレッドシートの項目のように話し合っていました。しかし、次の母の言葉が全てを変えてしまいました。母の声は、まるで絹に包まれた葉のように、網戸越しに聞こえてきました。ダニエルの死は、この家族にとって最高の出来事です。これでやっと脱出の道が見つかりました。その言葉を、私と同じように感じてみてください。私の夫、誕生日に母に花を贈り、毎年春に父の雨どいを修理してくれた男が、亡くなってから16日経っていました。そして母はそれを最高の出来事と呼びました。膝が崩れそうになりましたが、私は立ち続けました。静かにしていました。父は母の言葉の後を引き継ぎました。今日フェルドマンと話した。彼が証明書にサインする。非単障害、心理的トラウマ、財務管理能力の欠如。私たちは後見権を申請する。メーガンが指定後見人として進む。それはメーガンの言葉でした。テイクアウトを注文するかのように軽い口調で。母が再び言いました。書類は隠して。パトリシアがそれを見たら、すべてが台無しになる。私はそのポーチにもう1分、もしかしたら2分立ち尽くしました。耳鳴りがして、胸がコンクリートで満たされたような感覚がしました。すると、私は計画していなかったことをしました。携帯電話を取り出し、ボイスレコーダーを開いて、赤いボタンを押しました。電話をドアの隙間に近づけて、彼らの話を録音しました。彼らは話を続けました。詳細、タイムライン、誰に電話するか、私を暗闇に止めておく方法。さらに2分後、私は録音を停止しました。振り返って階段を降り、車に乗り込み、その場を離れました。
ノックもせず、私は静寂の中、運転を続けた。1時間ではなく、30分の間、音楽も涙もなく、ただ一つの疑問が頭の中をぐるぐる回っていた。彼らは私を人としてではなく、財布として見ていたのか。8年間共に過ごしたダニエルとのアパートのキッチンテーブルに座った。彼のコーヒーカップは乾燥ラックに置かれていた。ケスラーの名刺が私のスマートフォンの隣に置かれている。夜の11時、ヘレンに電話をかけた。2回目の呼び出し音で彼女は出た。いつも私の時はそうだ。パティ、何があったの？私はすべてを話した。葬儀の空席、ケスラーのオフィス、ポーチ、スクリーンドア越しに聞いたすべての文。ヘレンは遮ることなく、驚いたり、罵ったりすることもなかった。ただ聞いていた。それがヘレンの危険なところだ。彼女は弁護士のように、すべての糸を掴んでいる。話し終えると、彼女の声は鋼のようだった。パティ、私の話を聞いて。両親に連絡してはいけない。メーガンにも。明日一番にケスラーに電話してから、私に連絡して。私は何をすべきか知っている。ヘレンはボストン中心部の不動産及び相続法の事務所でパラリーガルとして働いている。彼女は11年間、遺言や後見の申請、資産に関する争いに関わってきた。彼女は私の家族が何を企んでいるのか、私がその語彙すら持っていなかった頃から気づいていた。医者を使って私を無能力者として認定し、資産を管理するために後見を申請する。これは家族の意見の不一致ではない。パティ、それは重罪、偽造、詐欺だ。私たちはそれを一つの犯罪として扱う。私は数時間ぶりに息を吐いた。ノーフォーク郡の検事局には私が仕事をしたことのある人がいる。金融詐欺を専門とする探偵、レイ・カンポスだ。必要になれば、そして必要になると思うが、私が連絡を取ることができる。テーブルの向こうにあるダニエルのコーヒーカップを見つめた。彼は私が思っている以上に強いと言っていた。信じていなかったが、今は少しずつ信じ始めている。翌朝9時15分、母から電話がかかってきた。彼女の声は温かく、練習したように完璧だった。スイーティー、昨夜ずっとあなたのことを考えていたの。どうして昨日来なかったの？私たちはあなたを待っていたのよ。私は疲れていた、ママ。別の時にしようか。日曜日のディナーはどう？家族全員が。メーガンがあなたに会いたがっている。お父さんは心配している。良気。心配している。良気。私は声を平静に保った。ヘレンが私に教えてくれた。普通に振る舞え。彼らに気づかれるな。時間を稼げ。もちろん、ママ。日曜日は大丈夫。よかった。私たちはあなたを愛している。スイートハート。あなたは一人でこれを抱えるべきではない。私は電話を切り、すぐにケスラーに電話した。彼は私の電話が期待されていたかのように1回目の呼び出し音で出た。ケスラーさん、父が昨日私の夫の遺産についてあなたに連絡を取ったのですが、具体的に何を尋ねましたか？一瞬の沈黙。彼は総額について尋ねました。あなたが唯一の受益者かどうか、そして仮にあなたが法的に無能力者と宣言された場合、何が起こるかを尋ねました。私の意が落ちた。シンクレア夫人、私は公的記録以外のことは何もお話ししていませんが、彼の質問は私を懸念させました。それが私があなたに名刺を渡した理由です。ダニエルの弁護士は、私が気づく前にそれを予見していた。ケスラーの声が鋭くなった。もしあなたの父が後見を申請し、あなたが時間内に応答しなければ、裁判官はわずか14日で仮の命令を出す可能性があります。あなたはこれを先手を打たなければなりません。私は今日、先生まと異議を申し立てます。そして彼はもう一つの名前を教えてくれた。ドクター・レベッカ・ウィンターズ、ボード認定精神科医、独立して20年の実績。今週中に彼女との評価をスケジュールしてください。もし私たちがあなたの完全な能力を確認する正当な精神科報告を持っていれば、
詐欺的な証明書に基づく申請は即座に崩れます。私はその番号をメモし、昼食前に電話をかけた。最初の予約は木曜日に設定されたが、私はまだメーガンがすでに自分自身で電話をかけており、彼女も裁判所を待っていないことを知らなかった。木曜日の午後、ドクター・レベッカ・ウィンターズのオフィスはブルックライン・ビレッジ近くの改装されたビクトリア様式の建物にあった。窓辺には植物が置かれ、受付はなかった。彼女は自分でドアを開けた。評価は90分続いた。彼女はダニエルについて、私の日常生活について、私が眠れているか、食事をとっているか、外に出ているかを尋ねた。彼女は私の子供時代や両親について尋ねた。私は真実を話した。それに対して彼女は反応せずに淡々と書き続けた。最後に、彼女はペンを置き、私をデスク越しに見つめた。シンクレア夫人、あなたは悲しんでいます。それは人間の感情です。障害ではありません。認知機能が低下している、または自分の事務を管理できないという兆候は全くありません。彼女は報告書に署名し、押印し、封をした原本を私に手渡した。これをどこか安全な場所に保管しておいてください。週に一度の間に初めて息ができたように感じながら、家に帰った。20年の経験を持つ認可された精神科医が、ダニエルがいつも言っていたことを文書で確認してくれた。私は有能であり、健全であり、十分である。私が知らなかったことを、ヘレンがその日の夜にフェルドマンのクリニックの連絡先を通じて知ったことは、私の父がその午後、姉さんフェルドマン医師を訪れたということだった。同じ日、同じ町、全く異なる結果を伴って。フェルドマンは家族医であり精神科医ではなく、パトリシア、ハーパー、シンカレールが深刻な非単障害を示し、個人及び財務の管理能力が著しく低下していると宣言する証明書に署名した。彼は私に会ったこともなく、私との予約を取ったこともなく、一度も私の目を見たことがなかった。そして、後に最も重要になる部分がある。フェルドマンの証明書には、患者の検査日を示す行が完全に空白だった。なぜなら、検査は行われなかったからだ。そこには署名とゴルフ仲間の間の恩があるだけだった。日曜日の夕方、私は5日前に全てを聞いた同じポーチに立っていた。今回はノックをした。父が見たこともないような笑顔を浮かべてドアを開けた。広すぎて、暖かすぎた。彼は私のためにテーブルの椅子を引いてくれた。水を注いでくれた。ジェラルド・ハーパーは62年間、誰かの水を注いだことがなかった。母は私の好きなチキンピカタを作ってくれていた。12歳の時からの私のお気に入りだ。家の中はモンとバターの香りが漂っていた。メーガンが廊下で私を抱きしめた。彼女の香水は高価だった。彼女のクレジットカードの借金も高価だった。私たちは座り、食べた。父は会話を運転するように、慎重で、意図的に、すべての角度を確認していた。だから、スイートハート、ダニエルのものを整理する時間はありましたか？彼が何を残したのか知っていますか？私はゆっくり噛んだ。弁護士がまだそれを扱っています。私はまだほとんど理解していません。私の親の間で一瞬の視線が交わった。素早く、ほとんど目に見えないが、私はそれをキャッチした。ジェラルドは愛に身を乗り出した。財務は複雑だ、スイートハート。お父さんに弁護士のことを任せなさい。あなたは十分なことを抱えている。ドナはうなずいた。彼が言う通りよ、ハニー。あなたは癒しに集中する必要があります。メーガンは何も言わなかった。彼女は携帯電話を見つめていた。ディナーの途中で、私はトイレに行くために席を外した。戻る途中、父のホームオフィスの前を通り過ぎた。ドアがわずかに開いていた。彼のデスクの上には、新聞の下に半分隠れたノーフォーク郡裁判所のロゴがついた茶封筒があった。私は携帯電話を取り出し、写真を撮った。2秒。すると、テーブルに戻り、チキンを食べ終えた。私はそのテーブルに座り、私の人生を通じて知っている3人が愛情ある家族の役割を演じるのを見ていた。私は考え続けた。
この夕食の前に、何回のディナーもショーだったのか。この正確な椅子に座り、すべての合図を見逃したのは何回だったのか。家族との瞬間を振り返り、何も思っていたこととは異なっていたと気づいたことはありますか？私は知りたいです。それをコメントで共有してください。私は私だけではないと思います。私は家に帰り、写真を開いた。封筒の返送専従ところ。ノーフォークの相続及び家庭裁判所。封筒の前面には、後見申請のスタンプが押されていた。彼らはすでに申請を行っていた。月曜日の朝、コーヒーが沸く前にケスラーに電話をかけた。彼らが申請しました。私は言った。昨夜、封筒を見ました。ノーフォークの相続裁判所です。彼は3秒間静かだった。キーを叩く音が聞こえた。今、見ています。ジェラルド・ハーパー、申請者。メーガン・ハーパー、提案された後見人。添付の展示。医療証明書はドクターによって署名されています。ネイサン・フェルドマンはこう述べていた。あなたには自身と財産を管理する精神的な能力が欠けています。法廷でのその言葉を聞いた瞬間、私の心に重くのしかかった。家族の会話ではなく、これは法的な手続きだった。ケスラーが続けた。予備審問は提出日から14日後に設定されています。つまり、10月29日までに行動を起こさなければなりません。その前に反応しなければ、裁判官は一時的な公権命令を発行する可能性があります。メーガンは、1時間以内にあなたの財産を管理する権利を持つことになります。14日。私とダニエルが築いてきたすべてを失う危機が迫っていた。今朝、異議申し立てを提出するつもりだ。ケスラーはインター医師の報告書を主な証拠として提出することになっている。それだけで裁判官も一瞬躊躇するだろう。次にヘレンに電話をかけた。彼女はこう言った。ケスラーが法廷の側を担当しているが、犯罪の側面もある。それがカンポスの出番だ。昨日、彼と話した。彼は録音を聞きたがっていて、フェルドマンの証明書も求めていた。どうやって手に入れるの？それは法廷に提出されている。カンポスは公式なルートで認証されたコピーを要求できると言った。彼は1週間以内に手に入れると言っていた。1週間。14日という限られた時間の中で、すでに知っていることを確認するために7日も必要なのか、フェルドマンが見たことのない患者についての文書に署名したことを確認するために。水曜日、14日のうちの3日目に、電話がかかってきた。ダニエルのドーチェスターのアパートを管理しているハーバービュープロパティグループの女性が私に話したいという。彼女の声は慎重で、台本通りだった。シンクレアさん、昨日、あなたの法定後見人を名乗る女性からの依頼がありました。彼女はすべての賃貸収入を新しい銀行口座に振り込むように求めてきました。私はカウンターの端を握りしめた。彼女の名前は、メーガン・ハーパーです。彼女はノーフォーク遺言裁判所からの事件番号を提供し、後見はすでに有効だと言っていた。そんなことはない。審問はまだ行われていない。裁判官はにも署名していない。それなのに、私の妹はすでに不動産管理会社に電話をかけ、法律上の権限を主張し、私の収入を自分の口座に流そうとしていた。私はその女性に感謝し、弁護士から連絡があるまで何もしないように頼んだ。彼女は承諾した。私はケスラーに電話した。彼は1時間以内にハーバービューに対する差し止め命令の手紙を作成し、この事件をカンポスに報告した。これは重要だとケスラーは言った。彼女は金融機関に対して法廷が任命した後見人として自己を偽っている。それは早すぎるだけでなく、身分詐称だ。その夜、ヘレンからテキストが届いた。メーガンはまた新たな罪状を私たちに提供してくれた。その晩、母から再び電話がかかってきた。温かく、甘い、絶妙なタイミングだった。ハニー、あなたがアパートの件で難しい態度をとっていると聞いているわ。どうしてそんなに大変にするの？私たちは助けようとしているのよ。私は心の中で湧き上がる感情を抑えた。私は難しいことをしているわけじゃない、ママ。
決断をする前に物事を理解したいだけなの。彼女の声からは、ほんのわずかに仮面が剥がれるのが聞こえた。あまり時間をかけないでね。彼女は先に電話を切った。その後、大学時代の親友リサ、パーカーから直接電話がかかってきた。パティ、私は一言も信じていないけれど、知っておくべきことがある。彼女は一瞬言葉を詰まらせた。メーガンもあなたの銀行口座の番号を知っているか尋ねてきた。彼女は、あなたの請求書を管理するのを手伝うために必要だと言っていた。目を閉じた。彼女は私の名声を攻撃するだけでなく、私の銀行情報、連絡先、信頼性を奪おうとしていた。メーガンは、裁判官が私を見たときに、何も残っていない女性として映るように、私の生活のすべてを崩そうとしていた。しかし、リサは何も教えなかった。それがメーガンには、して理解できない重要なことだった。8日目、ヘレンは私をノーフィック郡地方検事の衛生オフィスに連れて行った。刑事レイ・カンポスが小さな会議室で私たちを迎え入れた。彼はおそらく45歳。広い肩と落ち着いた顔立ちを持ち、質問をする様子は外科医が切開するように、正確で落ち着いていた。シンシア夫人、初めから順を追って説明してください。私はすべてを話した。葬儀、ポーチ、録音、フェルドマン、POA、メーガンのハーバービューへの電話。彼は目を合わせずにメモを取り続けた。話し終えると、彼は言った。録音を再生してください。私はテーブルの上にスマートフォンを置き、再生ボタンを押した。父の声、母の声、そしてメーガンの声が部屋に響いた。カンポスは動かずにすべてを聞き続けた。終わると、彼はペンのキャップを閉め、私を見つめた。この録音は調査を開始する合理的な根拠となりますが、鍵はフェルドマンの証明書です。彼があなたを診察せずに署名したと証明できれば、それは偽造です。そして、それを裁判所に提出することは詐欺となります。どうやって手に入れますか？それは後見人の請願書に添付されて提出されました。裁判所の書記官を介して認証済みのコピーをすでに要求しました。5日から7日で手に入れます。ヘレンが前に身を乗り出した。メーガンが家賃収入を再配分するために後見人を偽装しているということですね。カンポスは言った。身分詐称、別の罪です。記録しています。彼は私をまっすぐに見つめた。シンシア夫人、私は家族が金のために恐ろしいことをするのを見てきましたが、誰かの法的権利を奪うために医療文書を偽造するのは家族のドラマではありません。それは犯罪です。そして、私はそれを犯罪として扱います。彼は立ち上がった。その間、彼らに対峙しないでください。日常を変えないでください。彼らに全てが計画通りに進んでいると思わせておいてください。私はうなずいた。握手を交わし、彼の手はしっかりとしていて、安定感があった。それは言葉のない約束のようだった。5日から7日。時計は止まらない。10日目、母が私を昼食に招待してくれた。2人だけで。ハーバーの景色が見える春のシーフードレストラン。私が小さい頃に行っていた場所だった。彼女は疲れて見え、以前より痩せていた。ドアで抱きしめると、少し長く抱きしめられた。私たちは注文した。彼女は天気のこと、新しい隣人のこと、雑誌から切り取ったレシピのことを話した。普通のこと、安全なこと。そして、涙が溢れた。葬儀に出られなくてごめんなさいと言い、声が震えた。あなたがとても傷んでいるのを見て、何を言えばいいのかわからなかった。私は凍りついた。私はひどい母親だ。彼女の涙は本物だった。私はそのことを信じていた。しかし、その理由は信じられなかった。彼女は目元を拭き、まるでシーンが変わるように話を切り替えた。スイートハート、$400万は大きな責任よ。誰にもあなたを利用してほしくない。彼女はその言葉を私の目の前で口にした。メーガンにいくつかを管理させることを考えたことはある。彼女は言った。彼女はいつも数字に強かったから、メーガン、数字に強い。$18万のクレジットカードの借金を抱えている女性が。
私はほとんど役を崩しそうになった。ほとんど。考えておくよ、ママ。彼女はテーブルを越えて私の手を握った。あなたのお父さんはすべてを整えているわ。あなたはただ一枚の紙にサインするだけでいいの。お会計が来ると、彼女は財布に手を伸ばした。ウェイトレスは彼女のカードを処理し、30秒後に戻ってきて、申し訳ありませんが、マダム、カードは拒否されました、と言った。母の顔は真っ青になった。機械のせいかもしれないわ、私は現金で支払った。何も言わなかったが、理解した。彼女のカードは拒否され、家は担保割れしていて、彼女の唯一の計画は、サインを拒否するテーブルの向こうに座っていることだった。彼女の涙は本物だったが、その裏にある愛には値札がついていた。12日目、カンポスが朝の7時に電話をかけてきた。フェルドマンの証明書が手に入りました。彼は言った。そして、それは私たちが予想していた通りのものでした。私はベッドの端に座り、聞いた。署名の行には、ネイサン・フェルドマン、MD と書かれている。診断の行には、重度の非担障害と財務及び個人的な意思決定の著しい障害と書かれている。しかし、患者の診察日の日付の行は空白で、評価方法の行も空白だった。私は息を吐いた。彼が証明書に署名した日付のフェルドマンの診察記録を引き出した。あなたの名前はここにも出ていない。パティシア・シンクレアとしても、パティシア・ハーパーとしても。エントリーもチャートもファイルもない。彼はそれが落ち着くのを待つように一瞬静かになった。彼はあなたと同じ部屋にいることなく、あなたの無能力を証明する法的医療文書に署名した。それは偽造です。そして、それは後見人の請願書の一部として法廷に提出されたため、詐欺となり、これは重罪です。どうなるの？今朝、フェルドマンの逮捕状を取得します。彼が拘束されれば、協力してくれることを期待しています。医者は通常、自分のライセンスが危険にさらされるときに協力します。彼が話せば、誰に署名を頼まれたのかを確認します。それがあなたのお父さん、お母さん、そしてあなたの姉妹への連鎖を作ります。私は立ち上がり、窓の方に歩いた。外は静かだった。スクールバスが通り過ぎた。カンポス刑事、私が両親の家に行くとき、私はそこにいたいです。長い間の沈黙。本当にそれでいいのですか？私は彼らの顔を見たい。そして、彼らも私の顔を見なければなりません。彼は同意した。日曜日の朝、午前10時、クイーンシーのハーパー邸で。あと2日。私は何を着るかすでに知っていた。ダニエルの葬儀で着たのと同じ黒いコート。今回は悲しみのためではなく、一生を閉じるために。13日目、ジェラルドがその晩電話をかけてきた。仮面が外れた。パティシア、スイートハートでもハニーでもなく。パティシア、誰かがあなたの頭に何を詰め込んでいるのかわからないが、この小さな反乱は終わらせる必要がある。あなたは権限委任状にサインする必要がある。いいえ、私はすでに裁判所に提出した。月曜日に公聴会がある。あなたは裁判官の前でこの家族を恥じさせるつもりか。私は提出したことを知っている。父。私の弁護士が教えてくれた。沈黙。彼の呼吸が聞こえた。それなら、あなたは弁護士を雇ったのか。自分が何をしているか分かっていると思っているのか。私はこの会話はここで終わるべきだと思う。あなたは一度も自分の生活を管理したことがない。彼の声が割れた。悲しみからではなく、怒りから。ダニエルはあなたのために全てをやっていた。請求書、税金、口座、すべてだ。今、あなたは400万ドルを扱えると思っているのか。あなたはできない。私は声を平坦に保った。壁のようにフラットに。もしあなたが私を助けようとしているのなら、私が狂っているという必要はないはずだ。死んだ空気。3秒間の完全な沈黙。その医者はあなたを診察した。いいえ、彼はそうではない。そして、私たちはそれを知っている。彼は電話を切った。私はソファに座り、自分の手を見つめていた。それは震えていたが、恐れからではなく、
背筋の底に座り、何時間も温かく居続けるような怒りからだ。後になって気づいたが、私はその電話を録音していた。最初は意図的ではなかった。冷静さを保つことに集中しすぎて、私はまだ準備ができていなかった。しかし、今夜は違った。手紙は一枚、青いインクで書かれていた。彼の字はいつも小さく、まるで誰にも与えられたスペースにもっと詰め込もうとしているかのようだった。パティ、これを読んでいるなら、長くはいられなかったことを謝りたい。だけど、もっと頻繁に口にするべきだったことを知ってほしい。君は自分が思っているよりも強い。君はずっと強いのだ。ただ、それを信じる許可を与えられなかっただけ。両親からも、誰からも。だから、ここに書いておくよ。私は君を信じている。ずっと前から。ダニエル。私は手紙を折りたたみ、胸に押し当てた。そして、涙が溢れた。礼儀正しい涙ではなかった。葬式で流すようなものでもなく、深い場所から湧き上がる、醜く、あえぐような涙だった。ダニエルは、自分の心臓が衰えていることを知りながらこの手紙を書いた。そして私がこれを必要とすること、彼がいなくなった後に誰が私を取りに来るかを正確に理解していた。20分間泣き続けた後、顔を洗い、手紙をコートのポケットにしまった。ヘレンに電話した。明日、私は準備ができている。カンポスが10時に来る。ケスラーも10時に来る。私は9時半に着く。ヘレン、誰も私を信じてくれない時に、信じてくれてありがとう。彼女は少し黙っていた。いい子はそういうもんだよ、パティ。私たちは現れるの。目覚ましを6時にセットし、誰よりも早く両親の家に着くつもりだった。ノックするのは私だ。10月28日、日曜日の朝。晴れた空、雨はなし。今回は違った。午前8時に両親の家の車道に車を止めた。同じひび割れたアスファルト、そして1996年から錆びたバスケットゴール。2分間、両手をハンドルに置き、深呼吸した後、車を降りた。黒いコート、髪は後ろに束ね、化粧はしていなかった。ダニエルの手紙は左のポケットに、電話は右のポケットに入れて。ノックした。父がフランネルシャツとスリッパでドアを開けた。眉が上がった。パトリシア、午前8時だ。何をしているんだ。みんなに話があるの、あなたたち3人に。ことが進む前に、彼は私の顔をじっと見つめた。彼が見たものは何だったのか、彼はドアを開けてくれた。家の中は古いコーヒーとカビ臭いトーストの匂いが漂っていた。母はキッチンカウンターでバスローブ姿でクリームをマグに注いでいた。メーガンはソファでブランケットにくるまり、携帯電話を見ていた。私が入ると二人とも顔を上げた。ドナは自動的に微笑んだ。驚きね、スイートハート、メーガンは無表情で、道に向かう猫のように私を見ていた。私は子供の頃、土曜日のアニメを見るために座っていた同じアームチェアに腰を下ろした。今は、私の法的存在を消そうとした3人を見ていた。あなたたちから直接聞きたい。すべてを。計画は何なのか。私にとってベストだと思っていることは、ジェラルドは私の真向かいに座り、肩を正した。ここは彼の領域だ。いいだろう、私たちは君に伝えようとしている。これは君の未来、遺産、財産を守るためのものだ。君の母と私は、君のために最善を尽くしたいだけなんだ。ドナがうなずき、メーガンは何も言わなかった。彼が責任、家族、そして経済的な決定が君の状態には負担だと話すのを聞いていた。彼が話し終えたとき、私は一つの質問をした。最後にフェルドマン医師に会ったのはいつ？お父さん、彼の顔は木を飲むように固まった。その瞬間、ドアベルが鳴った。ジェラルドは私を見た。私は目をそらさなかった。再びベルが鳴った。彼はドアへ歩き、開けた。カンポ刑事が暗いブレザーを着て、ベルトにバッジを見せながら玄関に立っていた。その後ろにはダニエル・ケスラーがチャコルグレーのスーツを着て、ヘレン・マーシュがマニラフォルダーを抱えていた。
ジェラルド・ハーパーさんですか、カンポは言った。ノーフォーク郡警察のレイ・カンポ刑事です。入ってもよろしいでしょうか。ジェラルドは口を開けたが、言葉は出なかった。彼は後ろに下がり、彼らはリビングルームに入った。ドナはカウンターから急いで立ち上がり、コーヒーマグを落とした。それはタイルの上で粉々になり、誰も拾わなかった。メーガンは膝の上のブランケットを剥ぎ取り、背筋を伸ばした。彼女の電話はクッションの間に落ちた。カンポスは、まるで舞台に立つ男のように部屋の中心に立った。あなたが提出した後見人の請願についてお話しに来ました。ハーパーさん、あなたの娘パトリシア・シンクレアのために、それは家族の私的な問題だ。その請願に添付された医療証明書が偽造である場合、ハーパーさん、それは犯罪です。部屋は静まり返った。静かなのではない。重みのある静寂。カンポスはジャケットからクリアな書類スリーブを取り出した。その中にはフェルドマン医師の証明書のコピーが入っていた。この証明書は、ナサン・フェルドマン博士によって署名されており、あなたの娘は精神的に無能力であると宣言しています。しかし、フェルドマン博士はあなたの娘を診察していません。患者の診察日欄は空白です。彼の予約ログには、彼女に関する記録がありません。彼にはチャートも、ファイルも、メモもありません。ドナは椅子に沈み込み、メーガンの顎は緊張で弛緩した。フェルドマンは朝7時に拘束されました。カンポは言った。彼は協力的です。彼は、協力的、という言葉を空中に響かせた。ジェラルドの顔は色を失った。ゆっくりではなく、一気に。まるで誰かが線を抜いたかのように。彼は、協力的が何を意味するかを知っていた。つまり、フェルドマンが話したということだ。ジェラルドは試みた。彼に何を言ったとしても、彼は誤解したんだ。私は彼に一般的な評価を頼んだだけで、彼にそうするように言ったわけではない。ハーパーさん、カンポは声を高めなかった。必要なかった。フェルドマン博士は、あなたが診察を行わずに娘のために無能力証明書に署名するように彼に個人的に依頼したと述べています。あなたの妻、ドナー・ハーパーが具体的な診断用語を提供し、あなたの娘、メーガン・ハーパーがその計画に気づき、参加していたと述べています。ドナは半泣き、半喘ぎのような声を漏らした。彼女は両手を口に押さえた。メーガンは立ち上がった。私はその医者のことは知らなかった。これは父の考えだった。私は何も関与していない。ジェラルドは彼女の方を振り向いた。君は不動産業者に電話をかける前に、僕たちが書類を用意する前に電話をかけた。君は彼女の後見人になりすまして、プロパティマネージャーに電話をかけたのは君が言ったからだ。彼らは、10秒も経たないうちにお互いを責め合った。刑事、弁護士、そして私の目の前で。私は立ち上がった。部屋は静止した。みんなが私を見た。父は中間の告発を行い、母は中間の応閲をし、姉は中間の言い訳をしていた。カンポス、ケスラー、ヘレン。私は静かに話した。すべての言葉が響くように。私はすべてを聞いた。ダニエルの葬式の夜。私はそのドアの外に立っていた。私は5フィート離れた玄関を指さし、聞いていた。父がフェルドマンに書類に署名させると言ったのを聞いた。メーガンがもうケープハウスのためにエージェントに電話したと言っているのを聞いた。そして母が言ったのを聞いた。私は母の目を見つめた。ダニエルが死ぬことが、この家族にとって最高のことだ。ドナの顔は崩れた。パトリシア、私はそんなつもりではなかった。お母さん、言った通りだ。言葉通り。私はそれを録音していた。誰も動かなかった。誰も息をしなかった。壊れたコーヒーマグは、チンの床にそのまま残っていた。そして、その静寂は彼らがこれまでに言ったどんな音よりも大きかった。私は復讐のためにここにいるわけではない。私はあなたに伝えに来た。私は聞いた。私は知っている。そして、私は許さないことを選ぶ。カンポは前のドアを指し示した。二人の制服を着た警官が中に入ってきた。彼らはずっとポーチで待っていた。ジェラルド・ハーパー、
カンポの声は平静で、手続き的だった。あなたは法廷に対する詐欺、医療文書の偽造、そして詐欺的貢献を通じての資産の不適切な使用の共謀で逮捕されました。あなたには黙秘権があります。あなたが言うことは法廷であなたに不利に使われることがあります。父は静かに立っていた。警官が手錠をかける間、彼は一度私を見た。その表情は怒りではなく、信じられないという感情に近かった。まるで自分が所有していると思っていた部屋に入ったら、すべての鍵が変わっていたかのようだった。パトリシア、彼は言った。あなたは父親にこんなことをすることはできない。私は答えなかった。ドナが次だった。彼女は抵抗しなかった。彼女の手首はとても細かったので、手錠を調整しなければならなかった。涙が彼女の顔を二筋の綺麗な線で流れた。ベイビーガール、ごめんね。私は必死だった。理解してほしい。私は彼女を見た。目は赤かったが、乾いていた。必死であっても、私を精神的に無能力と宣言する権利は与えられない。母さん、彼女はそれに対する答えを持っていなかった。警官は彼女をドアの方へと導いた。カンポスはメーガンに振り返る。メーガン・ハーパー、あなたも身分詐称。財務機関の法定後見人としての虚偽表示、詐欺による窃盗未遂で逮捕されます。メーガンの足が力なく崩れた。ソファの腕をつかむ。パティ、お願い。私は、ただ、できない、一言も必要なかった。彼らは三人を前のドアから出し、別々の車両へと連れて行った。向かいの家では、コワルスキーさんが家の庭に立ち、じょうろを持って動きを止めていた。隣のギアンウチの子供たちはスクリーンドアの後ろから見守っていた。男性の配達員はトラックを減速させ、じっと見つめたが、そのまま走り去った。今、リビングルームは空っぽだった。私とヘレン、ケスラー、そして冷たいコーヒーと壊れた陶器の匂いだけが残っていた。ヘレンは私の肩に手を置いた。何も言わなかった。言う必要はなかった。ヘレンが運転し、私は助手席に座り、手を膝の上に置いて道を見つめた。15分間、私たちは無言だった。ラジオもつけず、ただ走り続けた。そして、私はただ座っていた。フロントガラスの外の世界は、家の中で起こったこととは全く無関係に流れていった。ようやく口を開いた。私は両親を刑務所に送った。ヘレンはためらわずに言った。いいえ、彼らは自分でそうしたのよ。私は頭を窓に寄せかけた。冷たいガラスが頬に触れる。考えていたことが一つあった。6歳の時、父がその同じドライブウェイで自転車の乗り方を教えてくれた。父は座席の後ろを持って、私が自分でバランスを取れるまで隣で走っていてくれた。彼の笑い声が今でも耳に残っている。ヘレンがちらりと私を見た。同じ手だ、私は言った。その手が、私の権利を奪うための請願書にサインした手だ。彼女は言葉で私を慰めようとはせず、腕を一度優しく握ってから両手をハンドルに戻した。アパートに着くと、彼女はエンジンを切った。パティ、今夜は強くある必要はない。あなたは人ができる最も難しいことの一つをやり遂げたのだから。もし崩れそうなら、今夜がその時だ。私はシートベルトを外し、彼女を見つめた。私は3週間も崩れ続けている。今夜はただ眠りたいだけ、彼女はうなずいた。明日、様子を見に来るわ、私は中に入った。アパートは出る前と全く変わらなかった。ダニエルのコーヒーマグはまだ乾燥ラックにあり、PA はテーブルの上に、青いペンは引き出しに、すべてがそのまま、変わらずに存在していた。しかし、私は違っていた。もう元には戻れなかった。2週間が過ぎた。火曜日、ケスラーからすべての更新があった。ジェラルド・ハーパーは3件の起訴を受け、裁判所に対する詐欺、刑事偽造、詐欺魔と公権手続きによる資産の不正流用の陰謀で正式に起訴された。彼は5万ドルの保釈金をクインシーの家を担保にして支払い、同じ家にはすでに2つの抵当がかかっていた。ドナ・ハーパーは2件の陰謀と詐欺の共犯で起訴され、事故の認識に基づいて釈放されたが、
裁判所の命令によって私に接触することを禁止された。電話、メッセージ、第三者を介した連絡も禁止された。メーガン・ハーパーは、文査省と詐欺による窃盗未遂で起訴された。彼女はパスポートを提出し、マサチューセッツ州を離れることを禁止された。ナサン・フェルドマン医師も医療免許が一時停止され、マサチューセッツ州医療登録委員会による全面的な審査が行われ、その後、刑事偽造で起訴された。彼は減刑の見返りとして、検察に協力していた。公検請願は明確かつ強力な詐欺魔と医療証明の証拠により、永久に却下された。再提出はできない。裁判官の書面には、公検プロセスの乱用であると記されていた。私は4つの不動産の唯一の法的所有者として確認された。条件も監視も後見人もなし。ただ私だけだった。ケスラーはもう一つのことを伝えた。ジェラルドが私のアパートに持ってきた委任状を作成した弁護士ロバート・ボスは、この計画における役割についてマサチューセッツ州弁護士監視委員会によって調査を受けていた。あなたはクリアです、シンクレア夫人。法的にも、財政的にも、完全に、ケスラーは言った。あなたの夫がそれを確実にし、あなたが彼の始めたことを完了させました。私は感謝し、電話を切った。それから、キッチンテーブルに座り、長い真壁を見つめていた。何も考えず、計画を立てず、ただ静寂に浸り、数週間ぶりにそれが脅威に感じなかった。電話は3週間後にかかってきた。見知らぬ番号。メッセージボックスに入れようとしたが、しなかったことを後悔した。パトリシア、母の声は小さくひび割れていた。まるで何度も接着剤で修理されたカップのようだった。電話してはいけないことはわかっている。でも、お願い、30秒だけでも、切るべきだった。切らなかった。お父さんが家を失うわ。銀行がローンを延長してくれないの。私はどこに住むのかわからない、パトリシア。私の身に何が起こるのかわからない。私はキッチンの窓の前に立ち、灰色の空の下で多くの木の枝が揺れるのを見た。お母さん、あなたはブロックされた番号から私に電話をかけている。今、裁判所の命令を違反しているのよ。彼女は息をついた。わかっている。申し訳ない。すべてのことについて謝る。私たちは間違っていた。あなたのお父さんも間違っていた。私たちは必死だった。私は言った。あなたは必死だった。だから、私を精神的に不適格だと宣言することに決めた。あなたは医者に、私が自分で考えることができないという書類を書かせた。そしてメーガン。メーガンはダニエルが残したすべてを売り払おうとしていた。アパートも、ケープハウスも、彼が築いたすべてのものも。私は自身の人生について、一切の決定を下すこともできない後見人制度に閉じ込められるところだった。私は一瞬止まった。私のことを考えたことはあった。何も返ってこなかった。ただ彼女の呼吸音だけだった。あなたを憎んでいるわけではないが、信じることはできない。そして、もう二度と私の心を疑わせるような近さにはさせない。彼女の泣き声が聞こえた。静かで、計算された、失ったことを知っているような泣き声。もう二度と電話してこないで、私は電話を切った。そして、ケスラーに接触違反を報告するために電話をかけた。楽しめなかった。強くなった気もしなかった。ただ必要なものを切り落とした人間のような気分で、それなしで歩くことを学んでいるようだった。しかし、歩いていた。それが肝心だった。次の数日間、メーガンが気づいたものを解体することに専念した。短いメール、簡潔な言葉、ドラマはなし。こんにちは、アンジェラ。ご連絡したかった。私は元気です。私の事情を扱っている弁護士がいます。メーガンがあなたに説明した状況は正確ではありません。心配してくれてありがとう。パティ、キャロルおばさん、心配してくれてありがとう。私は大丈夫です。厳しいこともありましたが、必要な助けを受けています。正しい助けです。愛しています。それらのメールを7通送った。逮捕については、説明しなかった。
裁判のことにも触れなかった。メーガンの言葉に一つ一つ反論することもしなかった。ただ、存在し、理路整然として、完全であることを示し、それを答えにした。リサが同じ日の午後に電話をかけてきた。パティ、メーガンが口を開いた瞬間から、彼女が何を言っているか分かっていた。あなたが無事でよかった。キャロルおばさんは翌朝電話をくれた。愛しい子、あの子を信じていなかったわ。彼女は12歳の時から嘘をついているのを知っている。あなたも知っているでしょう。私たちみんなが知っている。みんなが騙されたわけではなかった。最初から見抜いていた人もいた。ただ、私が許可を与えるまで、そのことを言う方法がわからなかったのだ。金曜日、私は一人でケープコットに向かった。家は思っていたよりも小さかった。淡い青のシングル、白いトリム、アトランティックに面したラップアラウンドポーチ。プロパティマネージャーが暖房を入れたままにしてくれていた。床は綺麗だった。海はいつも通り、押し寄せては引いていった。私はポーチに立ち、ダニエルの手紙を手に持っていた。風が私のコートを肋骨に押し付けた。彼の言葉を再び読んだ。あなたは、ボストンのアパートの荷物は2週間の週末を使って整理し、小さな引っ越し業者に依頼した。そして、エルムテラスのドアを振り返らずに閉じた。ダニエルのコーヒーマグも持って行ったし、耐火ボックスも忘れなかった。POA の書類はシュレッダーにかけた。ハイアニスのコミュニティカレッジで、オンラインのファイナンシャルリテラシーコースに入学した。12週間、バランスシートや税務申告、プロパティ管理の基礎を学ぶ。ダニエルが以前に処理していたことを、私自身ができるようになるための勉強だった。ケスラーに信頼できるプロパティ管理会社を紹介してもらい、ボストンの3つのアパートを管理してもらうことになった。テナントの審査、メンテナンス、家賃の徴収を彼らに任せ、私は月次の報告書を確認し、疑問を持ち、答えを理解することができた。成人になって初めて、自分のお金がどこにあり、何をしているのかを正確に把握できた。3月にはファルマスにある、セカンドショアという非営利団体でパートタイムの仕事を始めた。若い未亡人たちが喪失からの再出発を支援する組織だ。給料は必要なかった。目的を持つことが私にとっての生きる意味だった。私は1週間で全てを失い、誰も自分を支えてくれない感覚を知っている。ヘレンは毎月訪れてくれた。私たちはポーチに座り、ワインを飲みながら夕日で黄金色に染まる波を見つめた。彼女は一度も、だから言ったでしょうとは言わなかった。ただ、そこにいてくれた。それが本当に大切な人たちのすることだ。4月には判決が下り、ジェラルドは連邦刑務所で18ヶ月、ドナは1年の保護観察と200時間の地域奉仕活動、メーガンは6ヶ月の軍刑務所行きと3年間の保護観察を言い渡された。私は判決公聴会には出席しなかった。法廷からの言葉はもう必要なかった。海の音はもっと大きく、もっと重要なことを語っていた。父とは話さず、母とも話さず、メーガンとも話さない。それは怒りではなく、建築だ。昔はドアだったところに壁を作り、その設計図を探すつもりはない。ジェラルドはボンズの連邦施設から手紙を送ってきた。封筒に彼の字を見つけた。私の誕生日カードに使っていた、ぎゅっとした傾いた文字だ。それを約10秒間手に持った後、送り返すと書いて郵便受けに投函した。メーガンは、さを通じて伝言を試みた。パティにごめんと言って。何でもするから、リサはそれを転送してくれた。私は一度聞いてから削除した。それは残酷からではなく、保つことが糸を残すことになり、糸は引っ張られるからだ。人々は私に彼らを許したかと尋ねる。友人、セカンドショアの同僚、さらにはセラピストさえも、セッションの中で優しく聞いてくる。私が学んだことは、許しとは重荷を下ろすことだ。彼らの選択を毎朝背負わないことを選ぶことだ。それに取り組んでいる。日によっては簡単な日もあれば、そうでない日もあるが、教会は異なる。教会は感情ではなく、安全に関するものだ。許しは内面的なことで、私と重荷との間のこと。
教会は外面的なことで、私とその重荷を置いた人々との間のことだ。私はドアを開けない。謝罪のためでも、涙のためでも、血のためでもない。ダニエルがその手紙に書いたことが、辛い日々に私が思い返す言葉だ。君はいつも強かった。ただ、それを信じる許可が与えられなかっただけだ。彼は正しかった。しかし、私は一つ付け加えたい。もう、許可は必要ない。彼からも、彼らからも、誰からも。今朝、私は6時に起きてコーヒーを入れ、ポーチに出た。海はいつも通りのことをしていた。昨日も一昨日も、100年前も。波が寄せては引き、誰の許可も求めずに。私のドアの前には、何かにサインを求める人はいない。私ができないという電話もない。次の部屋で、私がまだ墓地に立っている間に、私のものを奪おうと囁く人もいない。ダニエルは私に4つの壁と1つの屋根、3つのアパート、そして海辺の家を残してくれた。しかし、彼が本当に私に残したものは、私が安全であるべきだという信念、十分であるという信念、小さな声が、君はこれができると言っていることが嘘ではないということだ。もしあなたがこれを聞いていて、私のような状況にいるのなら、誰かがあなたに十分な力がないと言っているのなら、どうか私の言葉を聞いてほしい。それはあなたをコントロールしたい人の言葉だ。それは真実ではない。最も強力な復讐とは、誰かを刑務所に送ることではなく、あなたを壊そうとした人々に対して、もはや力を与えない生活を築くことだ。あなたのお金に対しても、あなたの心に対しても、あなたのポーチでの朝のコーヒーに対しても、誰にも権限を与えない生活だ。この物語を教訓として語るわけではない。ただ、クイーンシーのポーチで家族が私の破壊を計画しているのを聞いていたとき、誰かがこんな物語を最初に教えてくれていたらよかったと願ったから話している。そうすれば、私は自分が狂っていないことがわかり、反撃する権利があることがわかったからだ。これが私の物語だ。もし、あなたに届いたなら、今すぐチャンネル登録をしてほしい。私のためではなく、次の物語を逃さないために。これらの物語は重要であり、このコミュニティの人々はその理由を理解している。もし、あなたの周りに聞く必要のある人がいるなら、友人や姉妹、誰でもいい。自分が不足していると言われている人に、この動画を送ってほしい。そして、誰もが折れそうになる時に折れなかった人の物語を知りたい場合は、説明欄のリンクをチェックしてほしい。またそこで会おう。